はい、皆さんこんにちは。コーヒーサムライです。今日はですね、人気シリーズ、人気じゃねえ。以前ですね、若干の好評をいただきましたタイムモアのトラブルシューティングの続編をやりたいと思います。題してタイムモアトラブルシューティング2。はい、ということでございまして、今日の内容がねバッチリ合う方と合わない方っていうのがいるとは思うんですけども、こういった、質問を受けたことありますよっていうのでね、少しでもお役に立てればと思いまして、今日の内容というのは概要欄にね書いておきますので、当てはまらない人は特に面白くもなんともないかもしれないので、そこはねご了承ください。ではね、早速やっていきましょう。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。はい、まずこちらですね、タイムモアのスケールでございます。初期不良かなと思った瞬間なんですけども、到着してね、やったーって言ってね、こうやって電気つけるじゃないですか。電源つけて、はい、こうやって置きます。はい、そうするとね、なんかこう、あれなんか動いてるよみたいな、そんな感じになるというね、現象があります。これはですね、初期不良ではなくて、まずね到着したら必ず確認していただきたいのが、裏にこう回すとね、四つ角にこうやって緩衝材入ってるんですね、このタイムモアのスケールって。これをねこう取っていただくというような感じが重要になってきます。これね意外と忘れがちです。あとね、最近なんですけど、画像ねピッと貼っておきますけども、最近のねロットではここのねなんかシールがここに貼ってあるんですよね。これもね外してるかどうか最初に確認をしてください。次はですね、タイムモア C2 もしくは C2MAX で、たまにね聞かれる現象なんですけど、こう開けていただいて引き目調整あるじゃないですか。これをこう回して調整してきますよね。その時に急に柔らかくなっちゃった、なんか手応えなくなっちゃった、ピッてやるじゃないですか。はい、これはねこういう状態になっているという現象なんですね。引き目調整ができないという状態です。これはね初期不良なので、購入された店舗さんに相談してください。もうこれ刃がね多分引っかかっちゃってる状態なんですよ。なのでこれはねもう取れないです。なので、初期不良の場合だけこれ交換できると思うので、販売店さんの方に相談してください。はい、次はですね、こういった筒型のミル、タイムモアの C2 とかに限らないんですけど、こう、回してっていただいて、ここの部分がキーキーってなる現象が、使っていくうちにねだんだんなってきてしまうとかですね、そういったことがあります。はい、この部分だけですね実は取り直しをしております。最初ね僕がクレ556なんかいいんじゃないかと思ったんですけど、こういった樹脂にねあんまり対応してないタイプというのがあるそうなので、ここでね訂正させていただきます。プラスチックに使えるもの、もしくは樹脂に使えるもの、そして金属に使えるものっていうね、ちょっと万能型の潤滑油がいいんじゃないかということでございます。本体の場合は食物用の機械にやる用の油というのもあるようなので、それがねいいかなというふうに思います。これなんかいいよっていうねものありましたら、ぜひねコメント欄なんかでねいただけると嬉しいです。はい、次にですね最近出ましたタイムモアの電動グラインダーのグラインダー GO ですね。これに関して2点ほどね、ちょっと気になった点があったのでご紹介します。はい、まずね1個目なんですけど、ちょっとね音結構鳴りますのでね、音量気をつけてくださいね。はい、もうこれねモーター音が完全におかしいです、この音は。なので明らかに初期不良なので、これは販売店さんに相談した方がいいと思います。例えば変なね石が入ってたりとか異物をこう入れてしまったっていう時はちょっと難しいかもしれないんですけど、その他でね、多少本当に数回使ってこの音が出てしまったっていう時はちょっとねモーターがおかしいかなと思うので、それもね相談した方がいいかなと思います。はい、次にですねグラインダー GO の清掃編なんですけども、普通にやる分にはこういったのをねブラシでこう清掃したりとか、このね引き目のところをブラシでやるよっていう感じなんですけど、たまにね聞かれることがあるんですけど、ここ見えますか？このコーヒー、これってこうやっても、はい、取れないんですね。どういうことかと言いますと、これ構造上ですね、この壁と壁の間に入ったコーヒーなんですよ、これって。で
これをじゃあ清掃したいと、基本的に別にそんなこまめにね毎回やる必要はないんですけど、この間に入ったコーヒーを清掃したいという時どうするかと言いますと、他のねタイムモア手引きの方はこういったねビスのところは絶対外さない方がいいんですけど、グラインダー GO に関してはこうやってドライバーで外せるようになってるんですね。やってみましょうか。はい、こちらねネジを4つ外してみました。そうするとカパッと外れます。なんかこんなになってるんですね。でこちらは綺麗にねハケでこう清掃できますし、先ほどのねこれですね、間に挟まってたのはこれです。なのでもうこれはもう綺麗にねブラシで取ってあげれば清掃はできますよといった感じです。構造上ねこういう風になってるので、このグラインダー GO に関してはここまではね特に分解はして大丈夫だよってことですね。あとはネジでしっかり締めて元通りという感じですね。はい、最後ですね、こちらグラインダーが新品でこう届いた時点で中を見てみたら、例えばですね中にこうなんか油みたいなグリスみたいなものがちょっと付着してるなとか、ちょっと匂いがなんか前の買った時はそんな匂いしなかったんだけど、今回ちょっとなんかこうグリスのようなね匂いがするなという時があるかもしれません。それはですね工業製品であるためにですねやむを得ないことなんですね。工業製品のね製造工程でどうしてもそのグリスみたいなものがね必要ということなので、個体差はあるかとは思うんですけども、どうしてもねそういったものはあります。少ないね多いっていうのはあるかもしれないんですけど、ただそれは別に不良品とか初期不良というわけではなくて、その場合はですね基本的に例えばねこういったビアレッティのものでも最初に試運転をするんですよ。匂いとかね汚れを取るためにコーヒーをあらかじめセットして普通に抽出をしてそれをもう捨てちゃうと。で内部洗浄と匂い取りをするというねそういった作業をするんですけど、こういったねコーヒーミルタイムモアに限らずどのメーカーでも同じかとは思うんですけど、最初にですねちょっともったいないんですけどねコーヒーを普通に入れて引きますと。で何回かそれを捨てていただいて最初のね初期メンテナンスをするというのは通常の工程なので、心配なさらなくてもねいいと思います。それでね匂いは使っていくうちに取れていきますし、あまりにちょっとベタっとくっついてたら、それは布巾かなんかで取っていただければいいとは思うんですよね。そういったことはねこういった工業製品というのはありますので、最初見た時にね、びっくりしないでいただければと思います。はい、皆さんお疲れ様でございました。定期的にね、情報が集まった時点でこういう風にねお伝えできればいいなと思います。なんかねちょっと気になるなっていうのでねたまたま引っかかって、この動画で安心していただければいいなという風に思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒーサムライブログ、ツイッター、インスタ、そして TikTok なんかもやっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。次回のコーヒーサムライは続スラッシュシェイクメーカー